はい、皆さん、こんにちは。トリーヌチャンネルです。はい、今回はですね、144分の1の旧キット、ジムスナイパーカスタムの方をね、作ったのでご紹介していきたいかと思います。はい、まずね、流してるのは仮組みした状態のキットでございます。まだね、取り付けてない部分もあるんですけどね、あくまで仮組みでこんな感じになりますよということをね、お伝えしたくてね、回してますね。膝下あたりなんかね、まだパーツ入ってませんし、背中にはバーニアもついたり、頭の頂点部にはね、アンテナがついたりする、そんなキットになってます。特にね、バーニアなんかね、結構いいかなと思いますね。はい、そしてこれがね、完成した状態になります。はい、改造したところはね、いろいろあるんですけどね、一番見ていただきたいのは膝下かな。はい、膝下がね、どうしてもなんかね、太っちょっぽく見えてね、それはそれでね、マッシブというか、力強くていいんですけれど、ちょっとね、気になったんで、そちらをね、2ミリぐらい幅詰めしてね、細めにして、つま先もそれに伴って幅詰めして細めにしております。あとは関節軸をね、各所入れていったいう感じでね、はい。パンツ割りはね、私あんまり好きじゃないんでね、今、後ろ見えたかと思うんですけど、引き出し関節にしてね、ぐっと前に足がせり出せるようにしております。はい、パッケージですね、開封していきたいかと思います。キットね、このようになってましてね、キット購入はね、確か、ここ数年前ぐらいかな、1年内ぐらいかな、梅田の駿河屋さんあたりでね、見つけて購入したもんだったと思います。価格はね、はっきり覚えてないんですけれど、2000円前後ぐらいだったかなと思います。当時定価はね、400円ぐらいだったんですけれど、ぐらいじゃなくて400円ですね。パッケージに書いてます。はい。やっぱりね、再販 MSV 関係はあんまりされなかったんで、はい。90年代ぐらいまではね、結構されてたんですけど、2000年入ってからあんまり、はい、されなくて、ベストメカの方はね、結構されてたんですけどね、こちらのシリーズっては、はい、買っときゃよかったなと思うことがね、たまにあるんですけどね。はい、そんな感じで、はい、オークションとかね、中古屋さんでしか手に入らなくなってるキットかと思います。はい。MSV でもね、タコザクですか、あれめっちゃ高いですねって言いながら、はい、ジムスナイパーね、やっぱりこの、ね、ライフルがちょっとメインなところもあるかな思いながらね、ライフル作っております、組んでおりました。はい、で、足のところもね、こんな感じで作ってね、はい、ベストメカの、はい、感じを周到しつつ、若干関節がね、もうちょっと動くようにね、はい。この辺なんかね、ベストメカとほぼ似てて、関節がね、一応開くようにはなってるけど、あまり関節の動く範囲は少ないかなというところでございます。はい。で、胴体部分もね、こんな感じで、ベストメカの取り付けね、簡単に外れたりするような型パーツやったと思うんですけど、ちょっと進化してね、あんな感じになっております。はい。差し込む感じでね。はい、こうしてね、で、腕の方もね、こういう風にね、はめ込んで、はい、手首がね、こんなパーツつけるようになっててね、もう今やったらね、ポリキャップだと思うんですけれど、はい、プラパーツでね、手首の拳を差し込む感じになってて、手首も2種類入ってて、握り拳と、ライフル持つ手と開き手ですね、それがついてるっていう感じになっておりました。はい、反対の手もね、同じようにやってますね。ただ、改造した後でここはね、もうポリキャップにね、交換してしまってるんですけど。はい。で、はい。接着の方はね、しっかりするんじゃなくて、流し込みを点付けぐらいでね、やってます。ナイフ入れたら簡単にサクッと割れて外れるぐらいにしてて、はい。しっかりつけたもんからね、改造したかったら、ちょっとね、接着断面をね、ナイフで軽くなぞって流し込み接着流してしばらく経つと割と外れやすいです。はい。はい、それではね、改造の一番のポイントかな。はい、外観の。はい、膝下の方なんですけどね、くさび型にね、2ミリカットしております、およそね。はい、膝の甲のブロックは切ってません。はい。それより下のところをね、2ミリくさび型にね、三角形ですよね。ギュッと切っていった感じで。で、あとね、こちら今、この足のね、
足首の甲のとこのね、アーマーが一体なのがちょっと気に食わんな思ったんでね、切ってます。はい。デザインナイフで切ってますけど、切る前いうか、切るときには流し込み接着流して、割と切りやすくしてから切りました。はい。手袋今回してませんけどね。はい。皆さん、できる人は、手袋してやった方が安全です。はい。そしてね、はい。アーマーカットしたとこね、ちょっと寂しくなりますんで、こちらはヒートペンでね、ランナーを溶かして埋めていってます。一昔前だとね、ここはパテで、はい、穴埋めして改造していくような感じだったんですけどね、エポキ式パテか、はい、ポリパテでやってたんですけども、最近はヒートペン190度で温度設定して、はい、ランナー溶かしてね、形状を整えていっております。はい、で、足のつま先もね、2ミリ幅詰めてます。はい。でね、関節をね、入れちゃいました。関節はイエローサブマリンのね、関節技のブロックタイプのやつね、使っております。はい、足首がね、ボールジョイントで動くようになったらね、だいぶ見栄えがね、また変わってくるかと思います。はい。で、留めのとこをね、プラサポでね、固定するようにしてね、で、足らないとこをプラパンの積層を使って、はい、固定するようにしてね、このように接着してね、くっつけちゃいます。で、プラサポをつけたとこなんですけどね、接着しただけだと弱いんで、またね、溶かしたランナーを溶着していってね、パテ代わりに使って、はい、固着していきます。これですね、ヒートペンの先にね、溶かしたランナーつけていって、プラサポの根元のところですね、ここをしっかりと溶着していくっていう感じでね、やっております。はい。で、膝関節のね、ブロックはね、これバンダイさんの、パーツですね。はい。いつもよく使うゴールデンアームズのやつですね。これを持ってきております。多重関節にして使ってます。はい。もう一回見してます。ウェーブさんのね、プラサポを貼り付けたままだと怖いんで、このように溶かしたランナーをね、はい、ペタペタくっつけていって、溶着していって、しっかりと動かないように固定しておきました。はい、大体私の改造最近こういうのが多いかな。はい。で、太ももの中もね、改造していってね、こちら、留めのところをね、はい、接着してね。で、はい、このようにして、で、ある程度乾いてからまた外して、先ほどと同じように、はい、軸のところをね、溶着していきましたね。はい、そしてね、股関節なんですけどね、こちら、はい、胴体のね、下半身のとこをカットしてあげてね、はい、こちら、はい、プラパンを当てて、ここ、またイエローサブマリンのブロックタイプの、はい、関節技使ってね、引き出しタイプのやつつけてますね。はい。過去動画でマジンガーとかね、スーパーロボット系とかアクロバッチとかでもやったような同じような、はい、アイテムなんですけど、これを使っております。はい、このようにね、しようかな思ってて、プラパン1枚ここにつけてるだけじゃちょっと、はい、保持力が弱いんで、またヒートペン使って溶かしたランナーで固着していっております。はい。でね、今、ちょっとへこみありますよね。上半身との取り付けの位置にね、この下半身のところ、そこはプラパンの積層を、はい、当てていってね、辛い位置に後で加工しております。はい、次はね、上半身ですね。胴体の内部、肩から腕に関節のところね。はい、このように、プラパンとウェーブさんのポリキャップを使って引き出し関節にしております。はい、こんな感じでね、ポリキャップの組み合わせ2個使ってね、やってますね。トータル4個か、肩ね。はい。受け軸のポリキャップがあって、引き出し用のポリキャップをそこに差し込んでるいう感じです。はい、そして肩関節なんですけどね、ちょっと3ミリより軸が太いんでね、端材の中から合いそうな、はい、肩の付け根のところですね。そこのね、プラパイプになったところを切り取ってあげて、ここにつけて、で、つけるときにそのままだと弱いんで、ヒートペンでね、溶かして溶着しております。で、穴がね、そのままだとちっちゃいんで、後でピンバイスで3ミリ穴開けていっております。
はい、次にですね、先ほどやった肩パーツなんですけどね、3ミリ軸がね、稼働できるように穴を開けていっております。はい、リューターでね、このように溝を作っていっておりますね。はい、次にリューターのね、ピットの先の形状を変えてね、はい、整えていっております。こういう時削るのね、リューターあるとすごく便利ですね。リューターはね、ボークスさんで買ったやつになりますね。はい、工具はね、ビルドマスターとかいう名前だったかな。はい。僕さん割とね、そういった工具とかもね、豊富に取り寄せてますんでね。はい。比較的ね、安く売ってる方じゃないかなとは思います。はい、そしてこちらね、ポリキャップのランナーのね、T 字型のとこ、3ミリ軸のとこですね。これを、はい、再利用しましてね、こんな感じにしております。はい、そしてね、こちら、二の腕とのね、取り付けのところですね、1の腕、2の腕とつながっていくんですけれど、はい、こちらもプラパンで塞いであげてね、形を整えるためにね、金井あさりでガリガリ削って、はい、このようにね、ちゃんとはまるように形合わせしていきます。あとは真ん中あたりにね、当たり付けて2ミリの穴開けて、またね、軸で取り付けできるようにしていっております。はい、今はね、削ってね、形をね、整えて、あとは接着剤塗って、はい、これで肩ブロックの完成ですね。はい、肩ブロックの次はですね、肩アーマーに行きたいかと思いますね。こちらですね。はい。もともとのね、軸がまだ残っておりますんでね、リューターでね、削って平らにしていきます。はい、そしてね、これ貼り合わせるんですけれどね、この2つのパーツだけの貼り合わせだとね、どうしても弱いかなと思うんで、このようにプラパンね、貼ってあげて、はい、ぎゅーっとね、押さえ込んであげて、で、こちら、はい、さらに余白のところを1ミリプラパンで塞いであげます。はい、肩軸のね、穴開けを思ったらね、これギリギリだったんでね、はい、ちょっと弱いかな思ったんで、このようなことをしておりました。はい。でね、これでしっかりとね、接着してあげて乾くのを待ちます。急ぐときはね、ヒートペン当てるとね、早いんですけどね。はい、こちらね、はい、プラサポとね、ポリキャップがついております。はい、何してるかというと、首パーツ作ってますね。頭部のね、ところです。はい。はい、自分カスタムね、はい、フェイスガードしてるから分かりにくいんですけど、中身はこれで本当にね、顔がジムだっていうね。ジムの中でもまたちょっと特徴的な顔のジムですかね。ちょっと細長く見えるんでね、はい、余計そう見えるかもしれません。はい、で、先ほどやって、はい、乾燥終わった肩アーの方にね、戻ってますけど、はい、このようにね、1ミリから2ミリの穴に広げていって、あと3ミリに広げるというね、ちょっと怖いんでね、ヒートペンでね、またね、溶着してる感じですね。強度上げてる感じですね。はい。反対側も同じく1ミリ、2ミリで開けて、あと3ミリで開けてます。はい。一気にね、大きい目的ので、太さで開けるよりも、小さいものからね、徐々に開けていくとね、精度も上がります。はい。肩ね、このようにはめてね。はい。いい感じになってきましたね。スタイルだんだん見えてきました。はい。で、今作ったのはね、腕関節です。はい。多重関節をね、はい。2ミリの、はい。ポリキャップの軸のところとプラパンの組み合わせで作っております。そこももうちょっとじっくり映せばよかったですかね。はい。ちょっと自分的にはね、もうざっくりやったんで。はい、そしてね、腕の中ですね、こちらにね、ポリキャップ、はい、ボールジョイント仕込もうかな思ってね、こういう風に穴を広げていっております。はい、リューターがあると、こういう工作はね、とても便利、早いですね。はい。リューターもね、はい、このように使うといいです。そしてね、はい、のみでね、ちょっと内側のやつね、削り出ししてあげます。はい、ここにね、
ウェーブさんのプラサポのね、2ミリ軸で、はい、ボールジョイントの径は4ミリのやつですね。これをね、こんな感じで入れていってあげてね、後ろはプラパンで押さえ作ってあげてね、はい。で、多重関節の取り付け位置もね、プラパン1ミリ2枚をね、当ててあげて、もうここに差し込むようにします。真ん中に穴開けてね、もう多重関節を差し込むっていうだけにしようかな思ってやってましたね。はい。で、塗装の方映ってますけどね。はい。まず、塗装の方はね、シルバーでね、ジムのね、カメラパーツのところをね、塗っております。で、その後で今、クリアオレンジ塗ったところです。はい。それからですね、はい。全体的なね、塗装前のね、状態のサフ掛けした状態でございます。はい。で、胴体部分のね、これ背中のバックパックですね。こちらね、黒立ち上げの、はい、鑑定色塗ってから色を塗ってますけどね。はい。この黒っぽいグレーのところはね、はい、ジャーマングレー使ってます。青のような、緑のような、なんとも言えないグレーなんで、はい、そういう時はジャーマングレー、はい、お好みの色ジャーマングレーを今塗っていっております。はい。でね、マスキングした後のとこね、剥いでいってね、緑のとこ出てるんですけど、緑の色はね、何色を吹いたかというとね、はい、ミスターカラーのね、コクピット色、三菱系の色を塗った後で、ちょっと薄く白系を入れてあげよう思って、その上からコクピット色の中島系を吹いてます。はい。日本海軍機で使う色ですね、どちらも。そのコクピット内部用の色を、はい、重ね塗りしたいう感じでやっております。はい、向いていってね、向いてく動画って私あんまり撮ってなかったかな思いながら、今回は撮ってみました。はい。で、ライトグレーですね。今お腹の部分はね、ライトグレーのね、薄手のやつをね、吹いちゃってますね。はい、使って吹いちゃってますね。はい、マスキング塗装ね。だいたいこんな感じでね、いつも塗装はエアブラシをメインで使ってやって、はい、マスキングして、はい、マステでマスキングしてっていう作業をやってて、はい、剥くときはこんな感じです。で、スパチュラで剥くとね、塗装膜やっちゃうときがあるんでね、私はこの竹楊枝、焼き鳥なんかとかおでんとかで使ってるようなね、竹楊枝をいつもはね、塗装のときはこう刺して使ったりしてることがあるんで、それを使ってこのように剥いていってます。はい。剥くときってね、まあ、それなりに楽しいですよね。はい。でね、これ失敗してね、よれたり、境がね、ずれてるときはね、あーとか思いながらね、筆でリタッチしたり、ちょっと幅が多すぎると、エアブラシでね、拭き直したりするんですけどね、再度マスキングしてね、そういう風な、はい、作業をしておりますね。今これ、腰のパーツですね、下半身のパーツになります。こちらもね、割とうまくいったんじゃないんでしょうか。はい。こんな感じでね、剥いちゃいます。でね、剥いたマスキングテープ一部もったいないのでね、また再利用したりすることもしてます。はい。貧乏症なもんでね。はい。で、足のとこもね、こんな感じでマスキングして拭きました。はい。そうですね。このくるぶしのとこをね、マスキングするのがちょっと大変だったかなとは思いますね。はい、首から上の改造してましてね、はい、額部分のね、カメラのマスキングも外して、はい、頭部もね、なんか白間にアンテナついてますけど、アンテナの方はね、真鍮線をね、削り出して作っております。1ミリの真鍮線ね、金やすりでガリガリ削って、まあ、テーパーかけましてね、その後でペーパーを、はい、使って、仕上げております。はい、今ね、はい、膝関節の方つけてますね。ボルデンアームズですね。バンダイさんのね。はい、私よく使うんですけど。はい、そしてここね、はい、下半身、脚部をつけてあげました。はい。はい、こちらもね、同じようにしております。はい。アルミ線でね、つないで作られる方もおるんですけどね、それも手軽で材料費もそんなかからないんでね、それもいいかなと思うんですけどね、一応私はこういうふうにね、関節も入れるいう作業をしております。はい、最近ね、いろんな関節のね、アイテム出てね、いいかなと思ってます。はい、で、ここ多重関節ね。
はい、肘のとこです。肘の多重関節はね、もうワンパターンで作ってるんですけどね、ちょっとそこもね、どこかのタイミングでね、また作ってるとこをお見せした方がいいですかね。すごく簡単なんで、はい。もう 2mm のね、ポリキャップの軸をね、使って、はい、プラ板にね、2mm のその受け穴使って、間には 2mm のプラ角材入れてるだけなんでね、もうほんと簡単なんですけど、はい、そういう関節軸作ったりしてますね。はい、作り置きしとってもいいかもしれないですね。こういうキットやるときね。はい、肩パーツ反対もね、同じようになって、はい、ここにね、多重関節入れてあげました。ことぶきさんとかもね、こんな多重関節、確か、はい、売ってたかなとは思うんですけどね。はい。でね、入り込みがちょっとね、タイトすぎたんで、2mm のピンバイスでもう一回ちょっと穴広げてあげてね、取り付けてあげています。はい、そしてね、手首から下、はい、ライフル持たせてあげてね、こんな感じでね、出来上がってきてますね。はい、で、はい、もう一個片方はね、ブロックなんかな思ってたら、ビームサベルらしいんですよね。はぁとかいう感じだったんですけど、トイの方ね、画像見たらね、これにビームサベルとかもね、先っちょつけたりするみたいなんですけど、一応左だけじゃなくて、右にも取り付けれるように、はい、穴を開けております。はい。まあ、そういう形のね、ビームサーベルだったんだっていうのをね、改めて知りました。はい。そしてランドセルの方を取り付けてあげてね、あともうちょっとですね。はい。このようにね、ぐりぐりと触っておりますけどね。はい。ライフルがね、抜けやすいんで、はい。ライフルの支えのとこですかね。グリップより後ろのなんていうとこなんでしょう。はい。入れててね。あとはね、はい。今度はデカールつけてますね。はい、バーニアをね、取り付けてる画像が抜けてましたけどね、はい、バーニアは後でやろうかな思って、サフ掛けした後で、バーニアはね、ちょっとね、半ツヤぐらいは欲しいかな思ってたんで、これね、デカール貼った上で後でトップコートのね、フラット吹こうかな思ってたんでね、バーニアがそこでまた曇ったら嫌なんで、後で取り付けよう思ってます。はい。このようにね、マークセッター塗った後でデカールを置いております。でね、しっかりと密着さすために綿棒でね、押さえつけて、で、あといらない水気を取ってます。で、位置決めもね、はい、これで決めていってるところです。はい、今度はね、カメレオンマークですね。はい、この舞台カメレオンのマークですね。はい、なんか詳しい設定は私もしっかりは読み込んでないんですけどね。はい、カメレオンですね。はい、このマーク、あと1枚ね、このカメレオンのマークあってね、どこに使うんかな思ってて、ちょっと使うとこないないうことでね、取り置きしたんですけどね。はい、で、膝のところのね、番号ですね。こちらをね、置きたいかと思います。マークセッター置いて、はい、92。はい。はい、マークセッターね、別に、気にならない人はなくていいと思うんですけど、密着させてつけようと思うとね、やってた方がいいかないう感じですね。なんか昔は木工ボンドを薄めて塗って貼り付けてるいう話を聞いたことがありますね。昔々のね、自分の親世代の方ぐらいの方はね、航空機とかやってる時にね。はい、このようにね、密着させてあげます。で、密着させて、で、乾き始めたかなっていうところで、マークソフター塗ってやるとね、より密着するんでね、マークソフターね、だいぶ乾いたぐらいになったかないう時ぐらいに私、いつも塗ってます。で、完全に乾いてからトップコートを拭くということをやると、はい、ツヤも統一してね、いい感じで、はい、貼り付いてくれますね。で、あと、見た目もね、デカールのとこだけがテカってることはない、そういう仕上げになります。肩の連邦マークもつけます。はい。このね、連邦マークがね、ちょっとアニメチックすぎてね、どうかなと思うときはあるんですけどね、使ってみました。なんだろう、やっぱ連邦マークの枠組みで黒の線が入ってるのがね、それがちょっとアニメチック見えるかもしれないですね。なんかいかにもいう感じになるんで、はい。よしと取るか、足と取るか、はい、人それぞれかなと思うところではあります。はい、両肩にね、連邦マークを入れました。はい、そしてね、もう、
箇所、ここですね。はい。太ももの裏のところにもね、貼るような感じだったんで、こちらに貼ります。まあ、裏なんでね、はい、気にならない人は別に貼らなくて、別なところにね、このデカール利用したらいいんじゃないかと思うんですけどね。貼り付けております。はい、余分なところは吸い取りながら、そして位置をね、ここにしよういう感じでね、決めていっております。はい、だいたい1決めもね、こんなもんでね、あとは乾かす。はい、あとは乾かしてあげる。はい、デカールの方ね、貼り終えました。はい、そしてね、乾いてる間の間にね、バーニアノズルですね、内側軽くね、シルバー地の上にクリアレッド吹いてたんですけどね、ちょっと暗くなったんで、はい、下出るカラーのね、この、はい、テクニカルカラーのね、赤色使ってね、はい、ちょっとね、輝いた色にしようかないう感じでね、塗っております。はい。で、今塗った最後のところのね、4つのちっちゃいバーニアはね、ジム2で使おうかなと思ってます。はい。こちらね。こちら。内部はね、ウェーブのバーニアのなんか、ノズルのちっちゃいのがあったんで、それ入れたんですけどね、そのままやとちょっと寂しいかなと思ったんでね、中心のなんか、ノズル、はい。そこはね、後で取り付けております。追加で。こちらね、接着剤入れて、流し込み接着もね、塗っちゃってね、こちらね、しっかりとバーニアを接着していっております。はい、これにてね、最後のバーニア取り付けですね。はい。これで合計6つのバーニアね、背中のね、2つ、はい、ふくらはぎ4つ終わりまして、はい、次はね、汚しの方をいっていきますね。はい、いつものね、クレオスのペースト状のね、ウェザリングペイントの、はい、ブラウン系でね、まず汚しを入れていきたいかと思います。はい、水溶きして、このように全体にね、わさわさと塗っていっちゃいますね。はい、水でね、あとは拭き取っていくだけなんでね、はい、もうかなり、はい、楽してます。はい、もうこれがあるとね、結構いい感じになるんで、はい。そして次はブラックですね。ブラウン系を拭き取った後になってます。ブラックを同じように水溶きしていきます。はい、筆でね、またね、全体的に塗り込んでいきます。で、半乾きしたところでね、水を染み込ませたね、布もしくは、ティッシュペーパー、キムワイプとかを使ってね、拭き取っていくといいです。私はもう使い捨て状態のマスクがしょっちゅう出てくるんで、はい、それをもう日にち経ったのでやって、今度はウェザリングでね、ファインダストですね、ファインダストをね、ドライブラシでね、かけていっております。はい、角のとこですね、エッジのところね、これでね、なすりつけていくとね、感じよく、はい、立体感が出てきます。はい、そしてね、汚れた感じにもなってね、いい感じですね。はい、特にね、リアルな、はい、こういったモビルスーツ、Qキットにはね、やるとね、映えが良くなるんでね、いいんじゃないですかね。で、これね、水性なんでね、やりすぎたところはね、すぐ拭き取れるんでね、いいかと思います。あと、拳ですね。はい、拳だけまだね、握り拳やってなかったんで、後で工作してね、このようにやってます。指のとこをね、手の甲からね、切り離してあげます。はい、切れ目入れてね、横っちょ、ニッパーでね、プチッと切って、はい、あと、パキッと割って、外していってますね。この手のとこもね、はい。で、今回またね、手袋をしてないんでね、はい、しとけばよかったなと思って、はい、怪我はしなかったんですけどね、はい、ちょっと気が緩んでましたね。はい、皆さんはお気をつけください。はい、あと、親指のね、こう根っこのところをね、太くするとね、はい、だいぶ今風のロボットの手、今風っていうかな、スーパーロボットの手、この当時のね、ガンダム系のはい、手になっていくかなと思うんで、そんな感じします。で、指がね、もうちょっと、はい、関節欲しいかなと思って1ミリね、加えてね、はい、上側のね、手のとこね、やってて、で、内側からね、どんどん、はい、このようにランナー使ってね、形状を整えていっております。はい、こんな感じでね、はい、工作していきました。はい、昔はパテとかでやってたとこですけどね、ヒートペンがあるんでね、こんな感じで作って、はい、
できた拳を取り付けるとこんな感じでございます。はい。寿さんのね、手使ってもいいですし、最近だとウェーブさんからもね、拳出てるんで、それ使ってもいいんですけどね、なんかお金がかかる話になるんで、はい。今回は、キット付属のもので改造するとこんな感じになるよいうものを作ってみました。はい。ウェーブさんのもね、出てね、いいなぁ、買おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、やっぱり値段いいんですよね。はい。いろんなものが値上がりしてますんでね、なかなか手が出せなくなってきております。はい。左腕のね、ここの四角いブロックはね、どうもビームサーベルらしいです。はい。そこのね、ビームサーベルの表現まではね、してないんですけどね、してもよかったかも。はい。完成写真ね、こんな感じになります。はい。いかがでしょうか。はい。9月の岡山のはい、展示会、ジム100体並ぶかいうところでね、そのうちの1体でね、持っていきたいかと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。